おはようございます。さあ、どうか。9時になったら始めますんで、ちょっといろいろ調整をいたします。おはよう。皆さん早いですね。早いですね。おはようございます。長崎の井出さん。全部2回もう覚えましたんで大丈夫ですよ。長崎の井出さんですね。赤坂さんもおはようございます。いつもありがとうございます。ちょっと皆さん絵が上手くなってきてね、面白くないですね。なんか鬼好評も上手くなってくると、ちょっと面白くないんですよね。僕はゲラゲラ笑えないというね、という感じですけど、ちょっといろいろ調整をいたします。あと3分ほどで始めます。おはようございます。大丈夫そうですね。あんまりマイクはちょっと今日話してますので、そんなハウリング、あれを起こさないかなと。つくしさんもおはようございます。すげえ汚いな、これ。すごい汚いな。今日はですね、はい、皆さん予想通りというか、圧倒的過半数で、この人ですね、人間失格ということで、私のことじゃないかなと思いますが、この人を描こうと思います。で、油絵を後半の方はちょっと中心に描いていきます。皆さんおはようございます。そうですね、もう、スパチャ大感謝祭の方を、ちょっと初めに見せときますが、Excel の表にするとちょっと名前が映らないとは思うんですが、こんな表になりまして60回分のスパチャを全部数え出しまして、こんな感じでございます。光も大丈夫そうですね。うるさい男がうるさいな。全部数え出しまして、Excel に。そうすると、光も大丈夫そうやね。露出も大丈夫ですね。止めてますね。相当な額になって、ちょっと私も引いてしまいましたが、この中、総勢で言うと、63、4名中10名の方ですかね。ちなみにちょっと後ろにヒーターをつけてるんですけど、音大丈夫ですかね。それがちょっと心配なんですけどね。大丈夫かな。大丈夫かな。大丈夫。大丈夫そうですね。ということで、あと1分ほどで始めようと思います。秋安さんもおはようございます。吉川さんもおはようございます。夏さんもおはようございます。稲葉さんも民子さんもおはようございます。おはようございます。小判子さんもおはようございます。みつるラルーセンさんかなおはようございます。ミキさんおはようございます。加藤雅子さんおはようございます。下絵が浦沢直樹さん、そうかな。これ目だけ、目がなんちゃうかな。ですね。糸杉さんもおはようございます。午後4時アメリカ西海岸。晩ご飯の早めに初めて今キッチンで見てますと。音も大丈夫です。小番号さんありがとうございます。ということで、9時になりましたので始めていこうと思います。でですね、もう本当にライブ配信などの作画動画の皆さんにお見せするやつもいつも決まってます。このシナベニアという木ですね。これにだいたい黒白ジェスト1対1プラス水が1ぐらいの容量をだいたい3層ぐらい塗ったものを用意しておきます。いつもですね。で、今日もまたマスキングテープですね、を貼っておきました。もう背景だけはじゃ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 と終わらしたいんで、で、今日は皆さんも予想通りですね。すみません、時計を。こちらですね、人間失格の人ですね。青森出身の。僕もそんなにね、詳しいわけじゃないので、あんまりそういうところに突っ込まないでいただけると助かります。ね、なかなか突っ込まれると、この作品どうですかですかと言われても、私もそこまで詳しいわけじゃありませんので、そういうのはちょっと今日なしにしていただけたら助かります。前回ちょっと生物でちょっと書いたやつの背景の書き方と同じような感じで、ちょっと乾燥で喉枯れてるんで、ちょっとすみません。声がちょっとガサガサとするかもしれませんけど、お許しくださいというか、鬼好評を2本朝から撮っていたからなんですが、皆さん上手くなってきたからね、もう初心者の方遠慮なく送ってくださいね。もう僕の楽しみは、ケラケラ笑って、その人がどう上達していくかということが私の研究なわけでございますから、
皆さんそこのところね、遠慮なく、めっちゃ上手や、送るの怖いっていうよりは、僕はなんかこうですね、皆さんが上達していく、5分ジェストというのを今ナイフで塗りました。僕はなるべくこの作業中にも画材を掃除していきたいタイプなので、そういうインターバルがライブ配信ありますけども、お許しください。ジェストとあれで書いていこうかなと、初めはですね。で、ちょっと前回みたいにちょっとちょっと薄いかな。うわー、下で恐竜が鳴いとるな。よいしょ。これ大丈夫ですね。美声じゃないでしょ。すごい汚い声。相変わらず声が綺麗なわけはないです。はい。もう20年以上タバコを吸っていましたし、お酒も皆様の想像を絶するぐらい、この今書いている人と同じように飲んでまいりました。でもそこまでぶっ壊れるぐらいまではね、一応ギリギリのところで理性は保てるのか保てないのか分かりませんが、タイプの人間でしたので、なんか昔ながらの芸術家とよく言われます。すごいですね、小木曽先生は飲んでも絵描くんですねっていうね。飲んで絵描くということはないんですけど、やっぱね、次の日とかもなんか描いてますもんね。だから最近は特にもう10時には帰るようにしてますけどね。そうそう、小判子さん、そうなんですよ。ちょっと僕の中では、ね、ケーキ書いてくださいとかあったんですが、子供2人書いてくださいとかあったんですが、僕からするとクリエイティビティさがないなと思って、却下させていただきました。申し訳ございません。見てる人の中でリクエストくれた人いるんですけどね。ちょっとね、そうなんですよ。白黒写真を、じゃあ私なりにじゃあ色つけてみたらどうなるかなとか、絵画にしてみたらどうなるかなっていうのを少しやってみるというのは、僕の中でははっと思いついてですね。で、その中で、大隈重信邸っていうのが佐賀の市内の町の、大宝じゃない、水ヶ江っていうところにあるんですけども、県立美術館とかから歩いて行けんことはないけど、10分ぐらいかな、15分ぐらいかな、のところにあるんですけども、そこが、大隈が、没後100年ということで、大隈100年なんやと思って、それちょっと画像とか見たら、やっぱもちろん全部白黒で、ちょっと今日はナイフで軽く鳴らして、ボコボコプラス、そしてなんか際のところ、一番輪郭のところを少し残しとこうかなと。そうなんやというふうに思ってですね。そうなってくると、没後70年以上の、ちょっと偉いさんをいろいろ調べてみたら、太宰は73年ぐらいですか、1948年ということが分かって、自分から玉川上水でしたっけ、身を投げた。玉川上水なんやっていうね。という感じで、背景は一応マチエルをつけただけですけど、こんな状況になりました。ね、簡単。ずるい。せこい、ずるい。だいたいこんなライブ配信で、このぐらいの時間で書こうと思っていること自体が、ね、普通の人じゃないなっていう感じですけどね。カーテンを開けると真っ白。そうなんですか。僕はちょっと今、部屋の中で22度設定でも暑いから、ちょっと今、後ろのヒーターを消そうかな思ってるぐらいの感じですね。ちょっとこのジェストと、よいしょ。大高さんも、これ見てる人のうち多分、上位に入ってる人が、5人はいますね。おっと、危ない。映った大丈夫だった危ない危ない。5人はいますね。で、今、5分ジェスをちょっと出してみました。なんかモデペとジェストの間ぐらいかなという感じですね。私の使った印象。暑いので消します。もうヒーターが。ちょっとすみません。お待ちください。ちょっと温めておいた方が、室温はちょっと暖かい方が、乾きはいいんでしょうけど、暑すぎるとぼーっとしますので、ベルさんも
企画アイデア面白いでしょ。そうそう、ケーキ書くとかそういうのよりね、ちびっこ2人書いてくれとかね、それは面白いと思うんで、多分、その人たちはどっかで僕の悪口を言い合ってるんでしょうね。ということで、アートコレクターズ書店で最後の一冊、最後の一冊だったんですか。多分 Amazon とかで買えると思いますけどね。アーティスト、酒、タバコ、やりがち。やりがちですよね。本当にもう。浪人時代になんかこう東京の水道端っていうとこ行ったら、みんな廊下で吸ってましたもんね。だから吸わなあかんのかなという、これ普通のジェストですね。義務感に襲われるぐらいの感じがしましたけど、そこから、まあ20歳になってましたけどね、当然ね。よいしょ。はい。ちょっと白黒。あと茶色ぐらい出しとこうかな。まあまあ。ドゥーアと。頬骨から。ちょっと薄く描くことによって、下の絵の具というのが透けて見えて、ちょっとグレートーンになったりとかですね。多分、普通のジェスの方が柔らかくて、5分ジェスの方が硬いんちゃうかなと呼んでます。まあ、本当は油絵の具でやりたいんですけど、さすがに1日では乾かないので、よいしょ。よいしょ。まあ、筆の方向なんていうのは少しですね。また質問があれば、星印をつけて、本文中に星印をつけるのはちょっと控えてもらえたら助かります。どれが質問でどれかわからなくなることが何度か起きているような5分ジェストと普通のジェストを混ぜながら白さは欲しいけど厚みが欲しいということで、こんな感じで塗っていってます。青森の出身ですよね。青森高校だったかな。頭もいいんですよね。よいしょ。よいしょ。うん。よいしょ。この時間が今、うちのチビたちは意外と安定した時間というか、なんかぼーっとしてはる時間みたいなことが多いから、ちょっと、早い時間ですみません。まあ、見れない人はまたアーカイブで見てください。今、豚毛の筆を使いながら少しこうモデリングをしていってる作業をしていますね。よいしょ。あ、紙やすり忘れた。この間使ってたからゴミ箱にあるかな。ゴミ箱にありそうですね。ありました。よいしょ。よいしょ。まあ、豚毛の筆っていうのはどっちかというと、絵の具がこう筆致が残りやすいので、まあ、そういう時はそういうこう用途に合わせてですね、使ってみるというのもいいかもしれませんので、なんかこう画材に関しても本当にこういろんな使い方やら何やらありますのでですね、皆様の方で。よいしょ。なんか恐竜くんが今日うるさいな。どうしたんですかね。バナナ。よいしょ。その辺にっていうか、もうあれですね、ゴミ箱ですね。ゴミ箱というか、段ボールなんですけどね、単にね。段ボールにこの辺にポイとゴミを入れてるだけですけどね。
うん。あ、やばい。やつが来たかもしれん。扉は閉まってるか。ちょっと怖いな。来やがったぜ。来やがった。ありがとうございます。来やがった。ノックが聞こえました。くそー。来やがった。しまった。鍵を閉め忘れてる。最悪や。お兄さん、お兄さん、お父さんお仕事、ベアじゃないよ。お仕事してんねんけど、お父さん、お兄さん来たらさ、絶対かけへんで。お兄さん、しまった。閉めとけ。俺閉めたつもりやったのに。何どうした？うん、ありがとうございます。むーちゃん、どうした？ベーしたいのベーしたいのお父さん普通に書くで。あなたが来ても、遠慮、お父さん全然関係なく書くで。無視するで。ええの？やったーっつって今、おかしにつられていた。今のうち鍵閉めますね。すみません。まだ上がってきますね。まあこれがね、ライブ配信の面白いとこなんで許してくださいね。私もそれをちょっと楽しんでるとこありますもんね。ごめんなさいね、もう皆さんね、ちゃんとしてって言い張るかもしれない。そういう人は見なくて大丈夫ですよ。YouTube なんてね、見たい人が見ればいいんですね。見たくない人は見なくていいですね。お、もう100人早いですね、今日。いやー、さすがですね。うちの人は上手に下に持っていきましたね。すごいですね。もう手慣れたもんですね。2の方がね、めちゃくちゃこう、まあ今のところ英子ちゃんなんで、今週、来週ぐらいに、生後、3ヶ月を迎えるんですが、よう寝てくれるんですよ。今日も5時間寝てくれた言うて、そうやったっけって言って、僕もちょっと起きないで済んだぐらい、起きないでっていうか、普通に起きて絵描いてたんですけど、朝方ですね。すみません。国語の授業で勉強しましたが、難しすぎて。恐竜くんおはようございますと。今日は6時過ぎに起きてたかな。よいしょ。あ、よかった。明日言ってくれた。異常なほどの緊張感が。異常なほどの緊張感が。今一生懸命モデリングしてますよ。ちょっとまたうーって言うかもしれません。この間の僕も確か聞き直したらうーと言うてなかったんですごいなと思います。そういう雑音カッター的なのがついてるんでしょうね。ここにドライヤーがあります。ここね。映らんかなここにね。でちょっと立てれるようにしています。ちょっとすみません。まあ、とにかく今見ての通り、ほっぺた何回も塗ってますよね、この辺ね。厚く塗るところも徹底的に塗ってってます。ね。ちなみに、一回もそういえば水つけてませんよね。水につけずに描いています。だいぶこう、陰影がついてきて、まあ、下のこう、グレーとかも活かしながらですね、描いていってるのがわかるかなと思います。ハプニングもライブ、ね、そうですよね。本当ですね。もう屋外で書いてはなんかおっさんが乱入してきたりね、乱入というか話しかけてきて、えらい長いこと話していましたもんね。もう行くやろうと思っても行かんかったですもんね。しかし男前ですね。もうビビるぐらい男前ですね。多分この辺はもうドライヤー直で当たってるんでめちゃくちゃ乾きが早いと思います。
もう今15分、16分経過ぐらいですかね。ちょっと初めて水を使おうと思います。ちょっと茶色を用意すぐしますので。あれ、アクリルのこと。あれ、よいしょ。これは、トランスペアレントバーントアンバーみたいなやつかな。よいしょ。おう。まあちょっとこうなんかあったかみみたいなのが少し茶色とかを入れておくと後々出しやすいので写真が飛んでいくという、まあこういうのもちょっと使いつつですね。まあいつものように1時間から1時間半ぐらいでは収めようと思ってます。まあだらだらやるね。とにかくこの彫りの深さっていうのはすごいですね。もちろん本人に僕もお会いしたことないし、この中でも本人にお会いしたことある人、もしかしてね、何人か1948年に付き合ってたという人いるかもしれませんけど、ほとんどいないと思いますので、全くの印象なんていうのはね、全く同じには書くこと僕もできませんし、皆様も難しいでしょうから、そのあたりはお許しいただけるとすごく助かります。まあ、ベターっと大きく塗りたいとかっていう時は、やっぱり水とか入れておいた方が楽ですね。速乾剤使ってみましょうか。使ったことないかもしれないですね、ほぼね。これだけやけど可愛かったですか？うるさいですよ。もう本当何度も言いますけど、うるさいですよ。もううるさいうるさい。まあ、なんていうか、2歳児の、なんていうんですか、イヤイヤ期的な雰囲気は満載ですね。何でもまず嫌って言いますもんね。風呂入ろうか嫌。何でも嫌って言いますよ。特にね、男の子やからか知らんけど、まあ、元気で、アホみたいで、面白いですね。今朝は朝からクワガタ、ギラファノコギリクワガタの角が折れてましたね。なぜ折れたか分かりませんが。また質問があれば、星をつけてぜひやっていただけると気づきやすいので。まあ、本当可能な限りライブ配信で質問をしていただけた方が非常に助かります。文字を打つのがしんどいからです。髪の毛もやっぱりですね、ある程度こう、本当はこう、ブラシストロークでぐわーってこう、絵の具を厚く塗っておきたいんですが、まあ、アクリルの場合、ちょっと限界がありますもんね。油の場合っていうのは、そのまま乾いてくれたりしますけど。生え際問題というのも大事ですね。皆様も生え際元気ですか？30何歩でしたっけ ?8 ぐらいですよね。亡くなられたね。37とか8とか。やっぱその頃ってやっぱり人間っていうのは、なんていうかね、例えばカラバッジョとかも
37歳、ラファエロも確か37とか、あと誰やっけ？結構いますよね。ジャニス・ジョプリンとか確かそうじゃなかったですっけ？なんか自分もなんか37ぐらいの時、もう俺あかんわっていうぐらいの感じはなんかあったような記憶ありますけど、元気に46歳にもうすぐなろうとしてます。お酒、タバコをやめてから、どれぐらいかな。もう4年ぐらい経つかな。ありがとうございます。恐竜チャンネルというのが、ありまして、探せなかったら私のコミュニティ欄に、ありまして、だからあんまりこの私のチャンネルに登場する機会は減らしていこうと思いますので、そっちの方登録してください。嫌がる人は嫌がるみたいで、低評価が必ず一定数多くつく、普通の動画よりつくんですよね。で、なんかこう、そうやったらもう別に作った方がいいかな思ってですね。作ってますので、よかったら探し出してみてください。よし。ちょっとアクリル絵の具でやってるうちは、もう少し遊んでみましょうかね。一回止めます。よいしょ。うわー、すみません、ヒロさん、ありがとうございます。もう本当にもう。ようやくうちの恐竜2の方がですね、おむつが、おむつが、S サイズに変わりそうなんで、買いに行かんとなと思っていたところですので、よかったなと思います。ありがとうございます。アクリルでちょっとグレーズとかしてみましょうか。ね。普通はもうここから油絵に入るんですけども、思い切ってやってみましょうか。まあ、こう水だけですけどね。ビュー、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 ビュー。これ、当初の計画なかったんですよ。今思いついたんですよ。チュー、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 チュー。なんか縦の線を多めにしておいたが、僕の印象だとなんかそんなこう、横でやるよりも、縦をで最後いつも終わるようにはしていますね、なんかね。よいしょ。ちょっと白とかを、なんかこう、パッ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 パ遊んでみましょうか。太宰のこう、なんかこう、壊れていくようなイメージが出んかな。とか思いながら。ちょっと背景と人物の方に入っていくような仕事も少しあってもええかもしれませんよね。よし、またちょっとドライヤーかけます。で、ちょっとこのぐらいから、アクリルから油絵の方に移っていこうかなと思いますので、少し2、3分この状態で、完全に乾かそうと思っています。まあ、水が相当多いからですね。まあ、これも構造ですね。絵の具の構造を作るとよく言いますけど、構造をちょっと作ってあげたり、遊びとかをちょっと入れてあげたりとかですね。海外の人はでも太宰とか知らんから、なんやこの人書いてはんやろって感じかもしれませんよね。うわあ、秋安さんすみません。もう秋安さん、秋安さん怒られませんか？私はあなたたちのことを調べ上げましたよ。私は探偵を使って調べ上げました。嘘です。エクセル表を全部作って、あれだけのデータを集めました。そうです。調べ上げたんです。見つかりましたよ。どっかで聞きましたね。昔テレビ番組でありました。よいしょ。紙やすりボロボロになりましたね。アクリルってなんかこう、ボイと置いてあると結構他についたりするからですね。拭き取りたいんですよね。できるだけ。よいしょ。で、こちらの右の方に油絵がありますので、ねえ、なんか僕の中では本当に
1万人もすごいなと思ったけど、2万人って、ね、武道館やったら満員になるんちゃうかと。ね、だからすごいですよね、何十万人とかの人とかっていうのとかね。ちょっと乾かなそうなんで、少し拭き取ります。まあちょっとこうなんか、絵の具の偶然みたいなものもあっていいかなと思いながら、うわーもう、いつもすみません、なんか610円が積み重なり、塵も積もればなんとやらで、本当に調べ上げましたよ、皆様のことね。もう一度初めのお見せしたものを見せておきますが、このぐらいのデータになってますので、はい。ちょっといつもとまた違うことしましょうか。今日はちょっとなんか予定をしてないことを案外してます。乾いたかな。もうちょっとですね。キサチーフ。キサチーフです。画面自体は乾きましたね。コンテ。コンテの白。鼻めっちゃ高い。この辺乾いてないですね。コンテの白。何でもいいですよ。何でもいいですよ。いつもこんなんですね。この辺乾いてないですね。まあ皆さんやるとしたら、もっとこう、なんていうか、絵の具乾かしたりしながら進めた方がいいですよ。僕はもうね、時間皆様お待たせしても、あれやから、ガサ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 書いていってます。この辺も全然書いてないですね。まあコンテとかっていうのは多分そんなにこう、なんか転色剤と呼ばれるものが入ってるわけじゃないので、ただ絵の具がくっついて、顔料が固めただけに近いパステルのような感じだと思いますので。この辺が全然書いてないな。ここも全然書いてないですね。うわー、書いてない。まあ、こういうのもね、味ですね。適当な味ですね。小木曽神社へのお賽銭の効果がね、出てきたかもしれませんよね。まあ別に忖度なく皆さんの絵とかが、勝手に公募展でああやって並ぶと、ね、そんな僕、忖度でやってないの分かると思います。フィキサチフ。ここが乾いてないんでちょっと厄介ですね。少し紙やすりで磨いてあげたり。まあ言うてしまえば、かっこいい作品を作ってますね。自分なりですよ。よいしょ。怖いな。怖いですね。こういう時はもう時間ないから、剥ぎ取ってやります。中の方がやっぱ乾いてなかったですね。
さすが元予備校の先生でしょ。早いからね。タン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 と。この辺も怖いかな。この辺はもうがっちり書いてますね。何かこう、ね、壊れていきそうなイメージを書いておきました。よし。いろいろ来てますか？おはようございます。つまぐろ標門の方ね。ありましたね。クリスマスさん。クリスマスさん、私、太宰のことそんな詳しくないです。お願いします。すみません。それはね、ホワイトチタニウムとシルバーですが、パーマネントやジンクは、何が違うんですか？まあ、ジンクっていうのは亜鉛化っていうもので、もうそもそもチタニウムと、チタニウムはチタニウムですね。で、シルバーっていうのは塩白というもので、で、僕はチタニウムとシルバーだけで、溶き油がない。いいちゃうかな。思ってます。それで、パーマネントっていうのはチタニウムホワイトですんで、パーマネントってもう高級的なとか永遠のって意味があるんですけども、でいいですか？で、プラス、チタニウム、どっかが多分画材をあれするっていうやつで、多分その話してますので、よかったら、詳しくはそれを見てください。油絵の具についてみたいなのを多分、後期の始まる時やから10月ぐらい、これ速乾剤ってですね。何でしたっけ。後期の始まる時に作った動画やから、おそらく、10月、9月末ぐらいに上げている動画、これ、吹き差で止めてるからですね。を見ていただくと、そのこと多分シルバーもチタニウムもジンクの話もパーマネントも言っていると思います。すみません。質問あればしろと言っているくせに。多分それ見た方が多分詳しいのでですね、見てください。大高さんもありがとうございます。もう、皆さん大丈夫ですか？本当に。これちょっとね、今日はこの受験テクニック的な、この何ですか？超速乾メディウムで、グレーズをしていってます。ほうほうほう。パステルとかがね、吹き差で止めたから、案外止まってますよね。もう超速乾とほんの少しテレビンぐらいかなと。もともとこの溶き油に多分、ポビーオイルも入ってるんで、ちょっと怖いですけど。乾いて、ガチッと乾いてくれる可能性があると。質問いいかな？皆さん、これインドネシアから、インドネシアの方、こんにちは。マレーシアからはなんかすごい、大群で、人がいっぱい押し寄せてくることがありますよ。マレーシアのね、なんか教室があってね、時差はだいたい向こうと1時間ぐらいですか？インドネシアとか、シンガポールが1時間とか聞いたことあるから、そんなもんかな。この人は太宰治さんという日本の文豪の方ですよ。秋安さんと赤坂さん以下同文です。何がなんかな。ムックアートさん大丈夫ですかね？今の質問ね。2万人ですね。だいたい35分経過しました。この辺もかっちり固まってますね。で、これは、この、アルキド樹脂ってめっちゃ乾くの早いですよ。ビビりますよ。これ単体で書いたら多分あんま良くないんやと思いますけどね。なんか絵の具に何%混ぜましょうみたいな書いてありますけどね。まだこれ乾いていいかな。よし。OK。よいしょ。小判子さんが、そう。下地ですね。下地はそうですね。
忖度されたらスパチャやめます。そうですね。すでにかっこいいでしょ。これ受験の先生やってたらね、多分大体職、僕はでもわからんけど、僕はこれかけちゃうんですね。大体こんなのちゃうかなとかね。で、ちょっとこう、なんていうか、今、グロス、超速乾メディウムでグレーズをして、よいしょ。小木曽さん YouTuber。僕もでも YouTuber じゃないんですけど、またなんか来週も取材が一つ入ってて、ね、本当にこうなんか高度な教育を皆様にとかいうのが SDGs なるものにあって、それ実はやっていたんやって、僕も気づいてなかったけど、最近気づいてですね、高度な教育を本当世界中の皆様に的な感じでね、実はやっていたということに最近気づいて、学生がなんかそんな感じの作品的なのを作ろうかなみたいな感じでしていたときに、今日はウェットオンウェットじゃないぞと。珍しいぞ。また違うやり方しだしたぞと。もう皆さん混乱しますよね。これは油絵でいうドライブラシっていうんですけど、下の絵の具のボコボコとかを活かしながら、ね、見えてますか？だいぶかな？写実的に描くと思いきや、僕は実は、20分前まで写実的に描こうと思ったんですが、途中で変えました。なんかかっこよく描いた方が、皆さんね、こういう機会やし、面白いかなと思いましたし、太宰のなんかですね、僕はもうあんま本を読まないし、読めないというか、美術関係の本は読むんですけどね、なんかそういう感じがあるんでですね。よいしょ。ちょっとこう、なんか血色を悪くしておきましょうか。悪くしておきましょうか。ちょっと酒に飲まれすぎ、飲みすぎ、飲まれすぎて、少し青みがかってる感じにしておきましょうか。うわ、本当ありがたいね。もう下でおとなしくしてくれてますわ。うるさい男をよくこう、やっぱ、うまいことやりますね。あんなうるさい男ね。えっと、星印、クールな太宰治。偉人展されませんか？それ質問かな？偉人展偉人、鬼公表、鬼公表が勝手に公募展で偉人をあれってことですかね。勝手に公募展で偉人を書きましょうって、ありっちゃありですね。面白いけど、多分応募者少ないんちゃうかな。応募者少ないとね、寂しいし。よいしょ。うん。傘つかせて書いてってるんですけどね。こんなん違うわっていう方ね、ぜひですね、太宰のお会いした時の印象とかを教えていただければと思います。すみません。私お会いしたことないので、なんかこう、初めに塗ったマチエールみたいなボコボコしてるのがですね、初めに塗ったあれがこう、なんていうか、より大敗的なイメージを助長させてくれていると勝手に信じながら書いています。よいしょ。うん。よいしょ。講習会行ってらっしゃい。読まん方がいいんですよね。後で残るからね。一個一個読みすぎてるんやなって最近気づきました。もう読まないやつは読まんときますね。すみません。もう、今読んでしまいました、つい。絵描きながらやと、そういう判断能力がね、なかなかね、同時にこう、3つ4つのことをしているので。よいしょ。
画面は動いてますかとか、音は大丈夫かなとか、ね、画面の光大丈夫かな、絵の具がどうかなとか、実はものすごいそういうのをやってはいるんですね。こうね。まあ、そういうのが楽しくてライブやってるんですけどね、この緊張感が日頃の日常では味わえないような緊張感みたいなのを、味わってやっているというかですね。まあ、写実的に描くのもありでしょうけどね。こんな感じでちょっとこう、作品として見せてあげるということも、ありなんちゃうかなと、急に方向を変えまして、今回は少しこう、アーティスチックな感じというかですね、そういう感じで描いていっている次第です。質問ですと、超速乾メディウム使った筆は固まる前に、いや、もう固まる前に、筆自体はもう本当にこう、こういうテレピンとかジャバーっとつけて、ぐーっとこう拭き取って、で、OK ですよ。超速乾はそんなに、そこまで速いないですけど、確かホルベイさん出してるラピッドメディウムっていうのが僕一番速かった気がして、あれは早すぎ今も売ってんのかわからないですけどね。僕が浪人学生さん教えてた時、これ早すぎて言ってしまった。書きやすいわと思った記憶ありますよ。早すぎるっていうのもなんか、ね、すごくいいことだなとギリギリで批判せんかったかな。まあ、多分すっごい早く乾かしたい人にはいいですよね。僕はなんか、早すぎても、それはそれでめっちゃ書くの難しいんちゃうかっていうのは、すみません、ホルベインさん。なんかちょっとやばいこと言ったような今記憶あります。お許しください。よいしょ。松田さんだとクリスタルなんかとかって言ってたかな。今も売ってんのか。ちょっともう今、こういうの別に全然ね、もう使ってないというか、もう草壁さんの使うとしたらこれ使ってますから。よいしょ。ね、どんな感じですか？まあ、背景なんか全然いじってないですけど、まあ、なんとなく、もうね、マチエルとかっていうので、まあ、今の段階やったらどうしてもこの、それでもだいぶ複雑になってますけど、例えばこういう、剥ぎ取られた部分とかっていうのだけでも、塗ってあげたりすると、下からなんかグレーのコンクリートが出てきたとかっていう印象にしてあげたりするだけでも、実はなんとなく雰囲気が出てきたりしませんか？そういう偶然も自分の中でですね、いい方向に変えてあげれると、ちょっと赤すぎるかな思ったら、ちょっと例えばドライブラシ的な感じでざらつかせながら、背景も全部じゃなくても、部分部分でこう変えてあげたりするだけでもちょっと、輪郭がちょっと強すぎるな思ったら少しこっち側の中まで入れてあげて、ね、こういう際のとこ、リンゴかなんか描く動画とか、ライブペイントとかでも過去やったことあるかもしれませんけど、ちょっと際とかをしてあげようかなとかね。そうするとなんかこう壁的なイメージに、うわ、絶対来よったな。あーいとか言って、あーい。あれお父ちゃんが、あれどこにおるあれはっきよいって言ってますね。よいしょ。聞こえますママって声聞こえましたよいしょ。隙間も書きつつ、皆さんの予想した絵と違いましたかね。よいしょ。ものすごいこれあれですね、二重ですね。二重なんか奥、この彫りですね。ちょっとこれから似せていく方向も考えていかないと。という感じが、すごいな、今にも動き出しそう。
全く絵心なくて、アクリル絵の具なんてあるの知らなかったと。絵の具の、アクリルの上に油絵の具を乗せるにはどんな意味があるの。アクリル絵の具っていうのはすごく乾きが早くて、で、油絵の具っていうのはすごく乾きが遅いです。で、例えば初めにこうやって下をがっちり固めてあげてます。というふうにしてあげた上に、油絵の具の場合っていうのは乾きが遅いので、グラデーションつけたりとか、なんかこう、混ざり合わせて微妙な色とかを作りやすい。要はもう、例えば、ね、家建てるときに基礎としては、例えば土台しっかりしたようなアクリル絵の具で作ってあげて、で、僕これ日頃こんな描き方しないですかね、ルリシージミさん。で、これはもう受験のテクニックと、ちょっとこう、太宰の印象をあれするためにやってるんで、こう、本当私はいろんな描画材を皆様に、使ってお見せして、こんな描き方もありますよということをやっているですね、人ですので、日頃別にこんな絵は描いてなくて、でもそれは、これはこれで、皆さんね、多分見たら、このおっさん描けはるんやっていうのが分かってもらえたらと思ってですね。大体の絵は僕、なんとなく浪人生とか予備校の先生してた時に描けたんですね。ちょっとすみません。瑠璃清水ジミさん、その程度で申し訳ないです。詳しくはいっぱい、動画を見ていただくと多分わかると思いますが、多分、蝶々のことが気になるそうでですね、私の蝶々の動画に引っかかってくれたそうで。よいしょ。で、ちょっと最後というか、もう少しこう、密度を上げていきますね。土台としてはどうですか？こんな感じでどうですか？顔というやつで、小木曽先生ならどう描きますかというリクエストもありましたが、僕やったらこんな感じで、例えば日頃は写実的に描くけども、ちょっとこう自分がバレないようにするためやったら、もしかして公募点だけこんな感じで攻めるということはあるのかもしれませんよね。もっと鼻高いかもしれないですね。本当にこの辺になってくるともう1ミリ、2ミリの差になってくるので、で、この白目なんかもどこまで描くかはちょっと難しいとこ。どこまで描くかはちょっと難しいとか。うわ、うるさい男よな。で、唇なんかっていうのはね、ちょっと、これすごいせめぎ合いですね。この絵の中で、どれぐらいの色が理想的な、今48分経過しました。どのぐらいの色が理想的な赤さなのかっていうことは、せめぎ合いというかですね、このぐらいかな、このぐらいかなっていうのをこう探りながら作らないと、いつもみたいに僕なんかビビッドな赤とかドーンと置いたりするんですけど、ちょっとそれやったら強すぎるかなとか思いますので、ちょっとその辺の、色味みたいなのは絵の中でこのぐらいかな、あのぐらいかなっていうことをちょっと調整しながらやっていくことの方がいいかなと。で、今んとこ、だいたいこの筆1本かなで、描いてきたかな。特にこの油絵に入ってからですかね。で、ちょっとこう赤みがかったなと思ったら、他のところもちょっと散らすようなイメージで、はい、こけました。痛いと言ってます。こけました。よいしょ。よし。で、ちょっと最後、少し密度を上げていきますので、あと、1時間、1時間じゃない、10分、15分で終わるかなと思いますので、もし質問があったら、早めにしてください。ちょっと老眼なんでメガネを外しました。あんま筆の状態が良くないですね。うーんと。あんまり細かい筆すぎても、なんか、あれかなっていう感じなんで。
手が長いですね。指が長いですね。これ見ると、相当指長いな。痩せてるせいもあるんでしょうね。そんな感じがしますね。人物グレーズに紫系、緑系、肌色は基本何色に仕上げるように。ムックアードさんの質問は難しいな。最近人の肌を描くみたいな動画を上げていて、先週の金曜日やったかな、上げていて、その中で確か言っているはずなんで、そこを見てもらうと、僕何色って言えないのが人の肌ですよねっていうふうに言っているはずなんですね。だから僕はそういうふうに書こうと思ってます。何色系というふうにしないのが私のやり方かもしれませんので、もうよかったらそういう動画も、参考に見ていただけると助かります。よいしょ。今起きた。恐竜ちゃん泣いて、大丈夫ですよ。もうすぐほら泣きやんでしょ。なんかですね。こーって言ってますけど、これ抱っこのことですね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。やっぱ目とかが一番慎重になりますね。なんかね、ちょっと静かになりますもんね。この辺をどこまで書き込むか、それともとどめるかというところがすごい悩みどころですもんね。と言ってもやっぱ書きたくもなるようなね、あれですから、難しいとこだったりしますよね。なんかすみません。おむつのサイズアップありがとうございます。サイズアップにありがとうございます。ちょっとね、いいやつ買ってあげよう。ね、おむつもピンキリであるんですよね。なんかいろんななんかね、政治のことはあんま言うとあかんけど、言わないですけどね。おむつ代ってめっちゃかかるんですよね。ね、本当にそれはね、なんか、地方自治体でもう、それが支援できたら、その町に結構若い人移り住むんちゃうかな思うんですよね。絶対に必要なもんですもんね。ということを言うてみました。いくらぐらいかかんのかな。ちび今2人おって、まだ、お兄ちゃんの方がまだ外れてないから、ねえ。それが実はめっちゃ金かかるというのをね、皆さん意外と知らないんですよね。おむつ券があればいいですよね。おむつ券配布とかがいいですね。なんのこっちゃ。あこーってうちの子見て言ってましたか。抱っこのこと、あこーって言いますよね。あこー。どうですか、密度上がってきましたかね、だいぶ上がってきたんちゃいますか。あこーって。白目のところがせめぎ合いですね。この辺がどのぐらいの、あれで書くかはせめぎ合いでございます。せめぎ合い。ちょっと書いてみました。あかんかったら拭き取ろうと思うんですが、時間的にちょっと厳しいので、あんまりドンと拭き取ることはできないけども、もうちょっと暗めの、白目にした方がいいかなと。あこーって言ってますね。あこー。よいしょ。よいしょ。緊張感持ってやってますね。よし。じゃあもう最後の最後の、ちょっと髪の毛やらなんやら、俺、細い筆があれへんな。あったあった。少し最後書いていきます。まつげとかね、そういうのとかもね、書いていきます。めっちゃ長いんですね、まつげね。眉毛とかね、書いていきますね。
わあ、すみません。皆さん、ありがとうございます。もう、ね、これが欲しいっていう人いるでしょうね。これが欲しいって、太宰ファンの人はね、これが欲しいと。まあ、絵の具がこう入ってきた。ああ、もう皆さん本当ありがとうございます。別に今日あれですからね。いつもいただいている方にですね、感謝の気持ちを込めて、お届けしますので、ちょっと発表は後ほどいたしますので、すみません。今で1時間、ちょうどぐらいですね、経過いたしました。9時ちょうどから今日は始めております。ちょうどぐらいから始めて、1時間ぐらい経過いたしました。生え際とかも少しですね、大事に描いてあげたり、眉毛なんかもペッペッペッとなったり、まつげなんかも結構長いですね。ペッ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 。ここにほくろ的なのがあるんですね。ちょん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 。今日は1時間ちょうどぐらいかな。で、だいたい書き終わりそうな気配がしております。まあ、これ受験テクニックなんでね、受験生で、今の受験僕知らないですけど、昨日ちょっとムサビの先生と話すことあったんですけどね。よいしょ。受かりますかね、その先生。聞いてみようかな。これ今書いて受かりますか。ちなみにちょっとイメージした途中からあれして、ラインハルト・サビエっていう絵描きさんがいるんですけど、で、その絵描きさんっていうのはノルウェーの出身の人で、今どんな絵描いてるかどうかわからないですけど、で、その人のちょっとイメージが途中から舞い降りてきたというか、サビエとかやったら多分太宰とか好きやろうなと思って、ラインハルト・サビエっていう絵描きさんがいるんですけど、ちょっとそのイメージを途中からそうしていこうかなと思いました。全くもって何にもイメージがないわけじゃなくて、そういうふうにちょっとイメージをしたということでございます。目なんかのここのところにちょっとハイライトがちょんとあったり、ちょんとあったり、えっと、この髪の毛の明るい色って意外とどの色ぐらいかなってまあまあはまったかな。案外難しかったりします。まあ本当はこれ濡れた下地の方がピューっと長い線引けるので楽は楽なんですけどね。音声等も、なんかいっぱい増えてる。もうすみません。ありがとうございます。もう、今日本当はその皆様のご寄付いただいた金額を出そうかと思ったんですけど、多分ご家族に怒られるぐらいの額なんで、お名前だけにさせていただくことにしました。私もちょっとびっくりする額だったんで、これはご家族に、怒られるんちゃうかなと思って、こっそりとね、タンスから引き出した旦那が隠しているお金とかをこっそり持ち出しているのか、コツコツとなんかね、パチンコ行ってくる味で貯めてんのか、ちょっとよくわかりませんけども。という感じで、こんな感じでどうでしょうか。約1時間ちょうどの太宰治を描いてみたということで、サインもあんま入れたくないね、これなんかね。なんかいい感じやね。めっちゃ欲しいっていう人いたら言ってください。お譲りしますよ、いくらかで。わからんけど、それやったら安いかなとか言うかもしれないですけど、ね、言ってください。ということで、サインを一応入れておきます。令和、今日何年でしたっけ。令和3年。絵の具が滑らんから書きにくい。めちゃくちゃ書きにくい。3年。全然滑らんから、めっちゃ書きにくい。で、大きい外。ということで、本日は太宰治を描いてみるということでございましたが、これからはじゃあ、スパチャ大感謝祭ということで、何が届くか分かりませんので、それはもう本当に、なんとなくこの辺りかなという感じで、お受け止めいただけたらと思います。よいしょ。皆さんありがとうございます。ちょっとスパチャ全部見えなかったですけど、もうちょっとこの辺しておきましょうかね。この辺ぐらいかな。発表をしていきますが、すいません、超アナログ人間なのでじゃあ、第、10位の
ちょっと待ってね、発表でございます。だだ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 だん。MH さん、ありがとうございます。もし、この動画を今日明日ぐらいのうちに見ていたら、メールで、住所と氏名をお教えください。何かをお送りします。レターパックに、ただ、手紙とか全く多分入れる予定ありませんので、それだけがポンと入ってるという感じです。第9位の方、ダラ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 ダン。恵子さん、ありがとうございます。確かいましたよね、さっきね。いた記憶あります。ありがとうございました。おいくらかは。皆様なんか、YouTube の私のチャット欄を全部60本プラス、勝手に公募点を調べ上げたら、皆様がどれだけ、ご寄付いただいたかが見えてくると思います。40歳亡くなってるんですかね。この太宰は40ぐらいに見えますか。かっこいい、素晴らしいと。久しぶりにライブ見ましたと。素晴らしいというより驚嘆ですか。ね、これ受験テクニックなんですけどね。めっちゃハンサム、素晴らしい。皆さんありがとうございます。第7位、8位の方、ダン。大高さん、ありがとうございました。なんか最近名前変えられてたような気がしたけど、大丈夫ですかね。もう一つのなんか名前もあった気がしたけど、ちょっとそれは分からなかったんで、この8位の方にも、とにかく、ここで名前呼ばれた方、ぜひ、今日明日中に、私のメール、おぎそ m.cc.sagayu.ac.jp というところにメールをいただけたらと思います。第7位、ダダ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 ン。正江中塚さん、ありがとうございます。もし、この動画を見ましたら、ぜひですね、また連絡いただければと思います。嬉しいです。そう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 、恵子さんとか大高さんいましたもんね。第6位、ダラダラダラダン。埼玉りさん、なんかいそう、いましたね。ありがとうございました。第6位でございます。で、連絡なかったら、どん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 、こう、なんていうか、もういらんっていう人は連絡しなくていいですからね。ありがとうございます。埼玉りさんもね、ありがとうございます。プレゼントする絵ね、なんか動画の中にちょろっと載せてたんですけど、ちょっと1位の方だけちょっと変わります、秋安さん。1位の方だけね、秋安さん。変わりまして、動画の中でこの辺ですよって見せてますけど、1位の方こっちになりまして、なぜかというとサイン書くの忘れていたんで、もうその動画、何分の動画、この告知の動画を見ていただけると、多分そこに載ってますよ。コミュニティ欄にはあげません。めんどくさいのであげません。第5位番、矢吹彩子さん、矢吹彩子さんですか。ありがとうございます。いつもご支援ありがとうございます。こちらの方に皆さんの金額が書いてあったんで、切り取っておきました。矢吹さん、いつもありがとうございます。第4位、ダダン。はい、おめでとうございます。お魚の方ですね。おめでとうございます。ありがとうございます。610円をコツ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 、中には1日4回、送りつけてじゃ送ってくださったこともございました。ありがとうございました。第4位ということで、すみません、コーヒー飲みました。塵も積もればなんとやらということですね。さあ、いよいよトップ3の、この辺からね、上はね、ちょっとね、なんていうか、もう、僕が言うとなんですけども、トップ1の方なんかは、僕が大好きな鶏肉ってとこで10回ぐらい飲めるんちゃうかっていうぐらいの量でございました。丸十ってとこだと12回、焼肉が食えるんちゃうかという量でした。はい、次の第3位はダラダラダン。秋川崎さん、多分あんまり最近コメントとかないですけど、この方実は1回1回がたまにめっちゃでかい額をご寄付いただいていました。もし見てなんか欲しいなと思ったらメールを今日明日、土日の間にいただければと思います。ありがとうございます。さあ、いよいよ第2です。ダダ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 ダン。稲葉さん、ありがとうございます。いつもね、もう本当初期の方からですかね、ずっと、ありがとうございます。もうすごい、コツ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 となんかですね、大丈夫ですかご家族皆さん仲良くやってますかという感じでございます。そして皆さん、大体予想つきましたね。秋安さん予想つきましたか第1位は、はい、そうです。秋安さんでした。ちょっと抜けてました。ダブルスコアぐらいでございました。秋安さんの方にはこちらの作品をお送りしようと思いますので、ね、先ほどお見せした作品をお送りしますので、で一応メールをくれた方の順番になんか、上の方から送っていきますので、一応月曜日発送を予定しておりますので、メールをいただいたらすぐに、レターパックの方に書いて、
で、メール届かんかったら、もうその方は、今回なしということで、どん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 送っていこうと思いますので。小木曽さんよくわかりませんってどういうことですか？何がわからないですか？ダブルスコアってわからないですか？何がわからなかった？純子 M さんちょっと、何がよくわからないんですか？純子 M さんはいないですよね。これ、要はスパチャを今まで、この1年間ライブ配信をやってきたんですが、それを全部が全部、トータルしてみたんですね。これ、ちょっと見えにくいでも60回までずっと、プラス勝手に、公募店のスパチャを、この60回をだいたい60人ぐらいがやってくださって、で、そのうち一番くださった、細かく見えたかな、今。見えるかもしれない。やばいな。やばかった。すみません。ということです。わかりました？すみません。すげえということでございます。皆さんありがとうございました。2万人ということなんで、皆さんのお力のおかげで、あとはね、皆さんもよかったらお友達とかを1人が2人、2人が3人ということでですね、ぜひですね、お友達をたくさん増やして、ネズミ講みたいなことを言うておりますけども、ぜひお友達を誘っていただければと思います。ということで、本日は終わりたいと思います。いいですかね。出た秋川崎さん。ほら、見てください。もう、すごい額です。一応、今日の分は入れてませんからね、皆さんね。秋川崎さん、ありがとうございます。住所送ってください。ありがとうございました。以上です。何が届くか適当に、適当じゃないですけど、上の方はいい感じのものを送ります。以上でございます。終了です。お疲れ様でした。